こんにちは、みすずです。今日はこれが一番美味しいおからパン、おからコーンブレッドをご紹介します。コーンの甘みの素朴な味わいでアメリカの定番のクイックブレッドです。本来は小麦粉とトウモロコシ粉を使って作るパンで、焼きたて熱々にバターをたっぷり塗っていただくものですが、それをおからで作っていきます。おからの場合は冷ましてから、焼きたてはポロポロ崩れやすいケーキになるので注意してください。おからで作るので小麦粉の生地よりも低糖質で低カロリー。ダイエット中の朝ごはんやおやつにどうぞ。カットして冷凍保存もできますよ。ぜひ最後まで楽しんでいってください。また今回使うトウモロコシ粉っていうものですが、これはトウモロコシを乾燥させてひいた粉になります。パンのイングリッシュマフィン、円盤型のやつですね。あれの周りについてる黄色いプツプツ、あれがトウモロコシ粉になります。種類が3種類あって、コーングリッツ、コーンミール、コーンフラワーとありますが、どれ使ってもらっても OK です。お近くのショップで手に入るものを使ってあげてください。こちらはカルディなど輸入食材品店などに売られてますよ。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピやブログにも書きますので、後で概要欄にリンク貼っておきますね。そちらも見てくださると嬉しいです。材料はこちら。今回はおからパウダーの方を使っていきますが、生おからの場合は 100g ほど使ってあげてください。またおからパウダーをそのままで自然に甘い甘茶っていう薬膳などに使うお茶を使っていきますが、これは代わりに牛乳や豆乳でも全然大丈夫です。甘茶はお砂糖の1000倍の甘さがあるっていうノンカロリーなお茶なんですけれども、ちょっと薬っぽい風味がついてしまうので、結構好みが分かれるものだと思います。なのでわざわざ甘茶を用意しなくっても、牛乳豆乳などで代用してもらって大丈夫ですよ。私は結構おからパウダーを甘茶で戻して焼き菓子に使うっていうのが好きで、たまにやります。あと甘いケーキにしたい方はここにさらにお砂糖や蜂蜜、甘味料など加えてあげてくださいね。今日の流れ3ステップ。今日はとっても簡単です。おからを戻す、その他の材料を混ぜる、そして焼くになります。今回はおからパウダーを使うので、おからパウダーを戻すっていう工程が1個加わりますが、薄力粉の場合だったらもうただただ材料をガガーッと混ぜていくだけになります。とっても手軽にできるので、ぜひぜひ朝ごはんの代わりなどに作ってあげてください。では作っていきましょう。まず最初に、型にオーブンシートを敷き込んでいきましょう。普通加工の方でも絶対これはシートいりませんっていう方は敷かなくっても大丈夫です。あとこの説明はこのチャンネルで何度もやってきているので、ご存知の方はずっと飛ばしてください。今回は18センチのパウンド型を使っていきます。パウンド型の底と側面プラス1センチぐらいの長さでオーブンシートをカットします。そこに合わせて折り目をつけて、長い辺、短い辺、それぞれ折り目に合わせて折ってあげてください。これで底の長さと同じ部分に印がつきました。あとは切り込みを入れていくだけになります。互い違いにこう、縦、横、縦、横ってなる感じですね。風車状態に切り込みを入れて型に敷き込みます。これで入りました。あとはバターを塗ってもらって、塗らなくてもいいです。塗ってもらうと型とシートがペタってくっつくのと、あと周りがこんがり周りに油があるのでケーキがこんがり焼けるので美味しく仕上がりますよ。でもやらなくても大丈夫です。こんな感じで準備しておきましょう。あともう一つ準備があります。オーブンの予熱ですね。天板を中に入れて、今回は180度で焼くので、180度で予熱してもらえば OK です。私はいつも開ける時に温度が下がるので、ちょっと高めに予熱します。では甘茶を入れていきましょう。甘茶は今回こちらを使っています。ノンカロリーな甘いお茶です。お砂糖の1000倍甘いと言われています。山あじさいっていうのの品種になります。お茶っ葉を作る工程でもみもみするとより甘みが増すそうで、甘茶もみ体験っていうのに私行ったことがあるんです。みんなでもみもみしました。スプーン1杯程度のお茶っ葉を急須に入れてお湯を注いでしばらく置きましょう。甘茶を煮出さなくっても入れられるので結構手軽に取り入れられますよ。そのままですっごく甘いので、ダイエット中の方で甘いものが欲しい時とか、あと美肌作用が期待できるようなので、それで飲まれている方などもいらっしゃるようです。
しばらく待ってお茶が出たら 170cc 計量しましょう。時間を置いた方が甘みが出ます。あと茶葉が多いとやっぱり甘みが出ますが、多すぎると先ほど言ったようにちょっと薬っぽい味が強くなるので、あまり多く入れない方が私はいいと思います。続いてボウルに卵を割り入れてよく溶いておきましょう。卵が溶けたらここにヨーグルトを混ぜておきます。おからはそのままでやっぱりどうしても乾燥しがちなので、ヨーグルトのようなしっとりしたものが加わった方が美味しく食べられますよ。よく混ぜておきます。次におからを戻しましょう。おからパウダー 30g 使っています。ここに甘茶を加えて、これでほんのり甘みをつけるのと、あとおからを戻すのと2役こなしてるって感じですね。お茶は冷めたものでも熱いものでもどちらでも大丈夫です。混ぜてもらって硬かったらさらに追加していきましょう。今回は途中で足して追加した分も合わせて合計で170、先ほどの分量ですね、使っています。全体的にしっとりとして生おからっぽい状態に見た目がなれば OK です。足りなかったら足しつつ混ぜてあげてください。ここにバターを加えて練り込みます。バターはそのままだと硬いのでラップに包んで手でちょっと押して柔らかくしてあげると混ざりやすいですよ。全体に練り混ぜていきます。はい、混ざりました。さらにコーンミールを加えましょう。75g 加えてお塩1つまみとベーキングパウダー、ふくらし粉ですね、小さじ1杯加えて混ぜます。最後に先ほど混ぜた卵液を流し入れて全体に混ぜ込んでいきます。しっかり混ぜてみて、まだそれでも硬かったらヨーグルトを追加してあげてください。こんな感じでしっとりとした生地になれば OK です。ドローっとした感じですね。焼く前のホットケーキ生地みたいな、そんな感じのとろみになれば OK です。先ほどバターを塗った型に流し入れましょう。生地が重くて中に空洞ができやすいので、ここだけちょっと注意してあげてください。空洞ができないように中の空気をトントンして抜きます。まずは半分の生地を入れてトントンしてもらって、それから残り半分の生地を入れてまたトントン2回に分けて入れています。こんな感じでは焼いていきましょう。先ほど予熱したオーブン、予熱した天板にそのまま乗せてもらって180度で45分焼いています。焼き時間はお使いのオーブンによって調節してあげてください。開けてみて中まだ生焼けっぽかったらもうちょっと追加してもらえば OK です。表面に焼き色がついてちょっと膨らんで良い香りがしてきて、あと分かんなかったら竹串刺してドロッとしてなければ大丈夫です。乾燥しないように冷ましましょう。おからパウダーはそのままでも最初から結構乾燥しているので、生地がさらにパサパサしないようにちょっと注意して保湿しながら冷ましてあげてください。完全に冷めたらさらにラップをかけて一晩寝かせます。夏場だったら冷蔵庫に必ず入れてください。先ほど言ったようにおからの生地はすっごく崩れやすいので、焼きたてをどうしても食べたいという人はいいんですけれども、そうじゃなかったらちょっとしっかり冷ましてあげると綺麗にカットできますよ。せっかく焼いた生地がね綺麗に切れずに包丁で切る時にボロボロってなったりとか、型から出す時にぐしゃってなったらちょっと寂しいので、冷ましてからの方が無難かと思いますよ。こんな感じで焼き上がりました。おからのコーンブレッドです。オーブンシートを外してお好きなサイズにカットしていきます。あとはここでさらに熱々にバターを溶かして食べたい方は生地を温めてあげてください。アルミホイルに包んでオーブントースターで焼くとかしてもらうと温かくなりますよ。ということで出来上がりです。器に盛りましょう。結構ねこれすごく美味しくって2日ぐらいで1人で食べきっちゃいました柔らかくしたバターを塗ります。さらに溶かしたバターをかけて出来上がりです。ほんとバターたっぷりがすっごくよく合うので、ぜひぜひバターたっぷりで試してみてください。最後まで見てくださりありがとうございました。今日はおからで作るコーンブレッドをご紹介しました。これほんと私とっても大好きなので、コーンブレッド好きな方
おからパン好きな方はぜひぜひコーンブレッドも試してみてください。また詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。